今回は切り返しからクラブを倒して使っていくとスイングっていうのはとっても良くなっていくんですけれども、これが倒したいのに倒れない方、なぜそういう動きになってしまうかの解説をしていきます。悪い動きを知ることで正しい答えを導きやすくなっておりますので、自分はそうかもしれないと思い当たるパターンがありましたら、その悪い動きの解説も聞いてみてください。それではまずシャローの動きというのは、バックスイングを上げてからクラブが立った状態から切り返しの前まででクラブが倒れて寝てきて、そしてそのままスイングができるというところで、バックスイングで上げたクラブのシャフトが立った状態から倒して振っていく、これをシャローの動きと言っています。で、今手と手を離してこのように動かしているのですが、こうすると非常に分かりやすいんですね。というのが、バックスイングを上げます。そして切り返しの時にはこの左手が前に出ることで、グリップエンドが前に出ることでクラブが倒れて、その時にフェースの向きが開くのではなくてシャットの状態を保ったまま倒れて、そこから切り返してスイングに入ってくると。そうすると正面からでもちゃんとスクエアに当たっている映像が見えて、そしてフォロースルーも立っていくっていう動きが分かりやすいです。わざとこの手と手を離した状態で今日は説明していきます。まずシャローにならない人は上げて下ろすというふうにクラブを縦に使いすぎちゃう人が多いです。それが分かってて、その動きはやはり上から下の軌道が強く、そして上から下の軌道が強いのでアウトサイドインにもなりやすく、スライスも出やすく、それを嫌がったアーリーリリースっていうミスが出てきて、悪い連鎖がどんどんつながってくるっていうのはいつも言ってるんですけれども、縦には使いたくないから、じゃあどうするかっていうと、多くの人が横に使おうとして最初から低く横、そしてそのまま引っ張って戻そうとする動きが出てきます。で、これも悪い動きなんですね。というのが、やはりこれも上げたところから引っ張って戻そうとすると、引っ張る動きってフェースが開く動きになりやすいので、どうしても開いて当たりやすい。で、結果的にすごく右に飛ぶので、それを嫌がってアーリーリリースを渡してくるということなんですよ。同じところからただ引っ張るのもクラブの構造上開きやすくなってくるんですね。またこの動きもダメです。じゃあちゃんと立ててから横にするパターン、下げて振る、これもダメなんですね。何が違うかっていうと、バックスイングを上げてクラブが立っております。左手を支点にクラブ回してしまうと、これはインサイドに入りすぎるので、結果的にインサイドアウトが強くて、これもフェースがやっぱり開いちゃうんですよ。で、シャローをやろうとしてる人の多くがまずこのパターンです。倒せてはいるけどインに入れすぎちゃうじゃなくて、立ててから右手を中心として左手が前に出る、その時にフェースが開かないように動く、この動きが重要です。これが理想的な動きで、またよくあるパターンのもう一つは、バックスイングを上げてこのまま横に倒して振ろうとする人ですね。クラブを回すように倒すのではなくて、手を回して使っている人も非常に多いです。それをなんとなくシャローの真似みたいな感じでやってる方が多いんですけれども、実際練習場とか行ってると回そうって意識はあるみたいなんです。もちろんそうですね。素振りの時はこうやって回せてる感じは出てるんですよ。ただ本番になるとこうやって振ってる方、手首が固まりすぎて振ってる方とか、うまく倒せてても後ろに倒しすぎちゃって振り遅れてる方っていうのが多く見られています。なので今お伝えした通り、手と手を離してこのようにクラブが動かせてるかの確認をしてほしいです。そうすると、これは以前の動画でもお伝えしていますが、手首をうまく回そうとすると腕も動きます。腕を動かすってことは
手にいい意味で力が入りすぎてないってことです。これが手首が固まったり指に力が入っている人は腕は回らず手をぐる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 回していくように使わないとシャローっぽい動きにはならないですし、実際これは全然シャローではないんですよ。ただ手首を固めてしまっているだけになります。こうするとヘッドスピードも上がらないしミート率も下がりやすいっていう風になってくるんですね。なのでしっかりこの動きを行うためには大事なのは力いっぱい手で握らないよっていうことになります。多くの方がレッスンをしていて、やはりグリップはちゃんと握ってなきゃいけないのはいけないんですけれども、ちゃんと握るイコール手首をロックさせるっていう方がものすごく多いです。最近直接レッスンしてる人の中でそんなに手は握んなくていいですよっていうふうにかなりの数でお伝えをしています。それだけ力いっぱい握りすぎちゃってクラブがちゃんと走らないって方が多いってことなんですよね。なので今日はドリルとして指6本しか使わないでスイングをする練習をやっていきます。指6本しか使わないというのはどういうことか。左手は親指、人差し指、中指、右手は小指、薬指、中指、上下2本ずつは外してるってことですね。これで今日はスイングから打つ練習をやっていきます。それではまず素振りからいきますね。右手の人差し指と親指と左手の小指、薬指は外しておきます。でまずはやはりくるっと回していく練習ですね。この時に指をキュッと握らないようにくる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 回していきます。この回すコツなんですが、体の正面で回そうとするとすごく左手左肘がきついです。回す時は体の真ん中より左側、左腰の前ぐらいで回そうとすると左手が自由に動きやすく回ってきます。そんだけ左肘動いていいのってよく言われるんですけど、これぐらい柔らかく肘が動いてこないといいスイングにはなってきません。でこのように回す練習を行っていきます。でこれができるようになりましたら打っていくのですが、やはり回して打つ動きを習得したいと。でまた指もしっかり握っていませんので、どうしても地べたにボールがあるとぶつかった瞬間にギュッて握ってしまう方が多いです。なので最初はティーアップしながら練習をすることをお勧めします。そうするとクラブを回して拾う、今空中で振ってますよね。これ下にかすらせようとするとすごく難しくて、やっぱり落とした瞬間に動きを止めてしまおうとする方が多いんですね。なのでティーアップして打つ練習なんかをやってあげるといいです。で構えたらやはり指は外しておいて、打ったら指が握られてないか確認します。ちゃんと外れてますね。素振りを1回くるっと、バックスイングでは体の前にクラブを上げて、そこから回しながら体も一緒に回してあげると振りやすくなってきます。構えてクラブを上に上げて、ここから体を回しながらクラブを倒して振る。構えてクラブを上げてから回して倒して振る。これに慣れてきたらクラブを立てるタイミングと体を回すのを合わせて、そこでクラブを回して拾い上げるという動きでやっていきます。どうしてもこの練習やってると右に行っちゃうよっていう方は、切り返しがインサイドすぎるかフェースが開くっていう動きが強くなってます。この回して倒した時っていうのはフェースが後ろ、今カメラの方ですねにフェースが向いてるぐらいの感じで、そこからさらに回し続けてクラブを立ち上げる。その時にかぶってないよ、スクエアだよっていうのを確認しながら練習していきましょう。そしたらまっすぐになってきますね。これが左に行っちゃう人は、その切り返しからシャットを意識したためではなくて、体の前でリリースをしてしまう。そうすると回しながらもこねてる動きになるので、どうしても左に引っ掛けてしまいます。体の
左側でクラブをちゃんとくるっと回すように使っていること、これを確認しながらやっていきます。あくまでこの回して打っていく、手に力を入れずに打っていく、そのための練習ですので、これぐらいの力感で打ててれば OK です。もちろんこれより速く回して飛距離を伸ばしていくってことも重要なんですけれども、まずこの練習飽きるほどやっていただきたいなと思います。これに慣れてきたらドライバーの練習もやっていきます。やはりこれも最初は一緒ですね。回した素振りを行っていきます。クラブが長い分大きな円を描いていく感じですね。最初は慣れないうちはゆっくり大きな円を描いていくといいです。素振りができたら振っていきます。どうしても最初はクラブを立ててから回して倒して、どこまで落としてっていいかが分からずにやりすぎてしまって、このようにインサイドからボンって弾んでしまったり、空振りしてしまったり、怖くて早く切り返して上から振ってしまったりすることも多いかと思います。ただあくまで練習中ですので、ゆっくりクラブを上に上げて、で倒して、そして振っていく、このタイミングはどの辺かなって自分の中で確認しながらゆったりやっていきましょう。一番いけないのがやはり難しくて怖いということで、なんとなく早くやろうとしてしまうことなんですね。ゆっくりいい動きができるから、それを早く加速させることができるはずなのに、どうしてもなんとなくできるようになったえいとか、こんだけゆっくりだと怖いなえいみたいな感じで早くやっちゃう人が多いです。それは正直練習しててももったいない時間になってしまいますので、今みたいにゆっくりで軽くキャリーで50、60出てればいいぐらいですね。その動きができるかの確認をしながらゆっくり練習をやっていきましょう。それが一番早いです。というわけで今日はシャローの動き、クラブを倒す動きについてお話をしてきました。冒頭のうまくできないパターンはやはり自分で映像を後ろから撮って確認するのが一番です。で、今日いくつかできない人のパターンもご紹介させていただきましたので、自分が似たような動きをしているなと思うパターンがありましたら、その悪い動きはなぜか、そしてどのようにするかっていうチェックも何度も行ってみてください。ここが一番重要です。ゴルフが上手くなるためには正しい知識も必要です。あとは自分に合った表現とか感覚っていうのも必要になってきます。また考え方一つでもゴルフって上手くなったりもするので、その考え方については宮本ゴルフチャンネルの LINE から不定期ですが情報を送らせていただいております。そちらも無料となっておりますので、ぜひ登録してください。またレッスンのキャンペーンやレッスンイベントなんかもこれから定期的に行っていきます。その情報についても LINE やホームページの方でお知らせしたりしておりますので、ぜひそちらも参考にしてください。それではまた。